これが意気込めした証というか封印としてトランクに入った状態で、この中に人形が収まっている土葬の時に使う手引きの霊柩車なんです。泣く少年の絵っていう見ての通り釘が前面に打ち込まれてるんですけれども、キム・カーダシアンにこういうものを作って子供を脅すやつを許すなみたいな。はい。よろしくお願いします。お疲れ様です。愛想圭介と申します。特殊メイクとか特殊造形の仕事をする傍ら、こういった呪物を趣味としてコレクションしております。曰く付きのものとか霊魂がこもったものっていうイメージがあると思うんですけど、そういったものもあるんですけれども、一応人の願いがこもったもの、いい願いでも悪い願いでも、そういった民間信仰、主にそういうのにまつわるそういうアイテムを集めております。これはエコイ族のヘッドドレスというやつで、お祭りの時にこうやって頭に乗せて踊るものなんですけど、本当は人骨とか人の頭のミイラで作るんですね。キリスト教とかが来てそういった人の頭を飼ってっていう習慣がなくなった後に作られたものなんで、アンテロープの皮を張って、動物の歯をつけてるイミテーションなんです。僕は持ってないんですけれども、海外のコレクターの中では見た目はアンテロープの毛皮を張ったもの、皮を張ったもので、でも中からしっかり人の頭蓋骨が出てくるよっていうのがあって、本当はそれをちょっとずっと狙ってるんですけれども、なかなか向こうのスカルコレクターが資金力も行動力も激しいもので、なかなかまだ入手できていないっていう現状です。次がこれ割と有名なものではあるんですけれども、泣く少年の絵っていうアンビリーバボーとかでも昔紹介されてた曰く付きの絵ですね。でこれ自体はプリントではあるんですけど、多分85年ぐらいにイギリスのザ・サンって新聞で話題になったやつで、いろんな家が火事になって、でその家に消火活動に消防車が駆けつけると、家がもうほぼ丸焦げになってるのに、なぜかその1枚の絵だけが焼け残っているっていう報告が割と相次いであったらしいですね。でそれがこの当時、その当時もプリントで出回って割といろんな家で飾られてたものらしいんですけど、これがその泣く少年の絵っていうので、これはとりわけ僕がお気に入っているものです。骨董商さんから譲っていただいたものなんですけど、ある古い家旧家、そこが継ぐ人がいなくなって、そこを解体しますって言って解体業者が入った時に、これがその家の庭から掘り出されたらしいですね。でしかも掘り出された時にボロッボロの花嫁衣装に包まれて発見されたと。で何かはわからないんだけれども、不吉な感じがするもので、いくつか面白い点があって、釘がもう見ての通り無数に打ち付けられているんですけれども、一緒にお札みたいなものが打ち付けられてるんですね。一体何を願って釘を打ち付けてこういうことを作ったのかっていうのを札見れば本来分かりそうなものなんですけど、これがもう全部白紙なんですね。あまりいい願い事をされたんじゃないんだろうなっていうのは見た目でわかるんですけど、つい先日これをテレビの取材が入った時に、これをそのディレクターの方がこういうものを見たんだけどっていうので、ラスト陰陽師って言われてる橋本さんって方に見ていただいたらしいですね。でその時に橋本さんがおっしゃられたのは、これが本当は牛の国参りみたいにこれ全部に釘を打たなければ完成しないはずの呪術なのに、途中で止まってるのが気になる。でおそらくこれは呪術を行ってるその本人か、もしくは呪ってる相手がいるんだったら、その相手かどちらかその前に亡くなってんじゃないかっていうので、だからこれがもう途中で止まってるんじゃないのっていう話になっておりました。こちら山の神という東北とかで神社に奉納されてたりもするようなものなんですけど、山の神様を祀るものですよね。これはちょっと特殊で、鳥島っていうアホウドリの生息地の無人島があって、幕末とかももうちょい前から黒潮に乗った漂流船が割と頻繁に
その島に流れ着いて漂着民になっちゃう。で食べるものもあまりないし、水もろくに確保できないような環境下で流れ着いた船乗りたちが洞窟に穴を掘って、洞窟の中で何年も暮らすわけです。いつか本土に帰れるようにっていう願いを込めて船のおそらく廃材からこういった神様を作って日々お祈りしてたらしいですね。なぜこれが島なのに山の神かっていうと、そこがもう完全に活火山なんですよ。割ともう頻繁に噴火を繰り返しているような島なので、山が起こらないように、噴火が起こらないようにっていう意味で山の神で、この足元が金輪金属の輪っかでかしめてあるんですけれども、これは噴火口を閉めて噴火をしないようにっていう意味合いでこういう装飾にしたそうなんです。でこれが今もここにあるっていうことは、島から脱出できた人が拝んでいたものを手放せなくて脱出する時に持ち出したっていう経緯で今残っております。何年も探していてようやく手に入ったもので、三助と言います。東北のマタギの方々が山に入る時に、山の神様っていうのがそれは恐ろしいものとして扱って、山に入る時巻き狩りとかで獲物を追う時に12っていう数がものすごく不吉な数なんですね。で例えば今日山行くぞって言った時に12人しか集まりませんでしたって言った時にこれを持っていくんです。これが三助なんですけど、これを懐に忍ばせておくことによって12人じゃなくて13人ですっていうアリバイ作りというか言い訳のための人形で、こちらお白様、これお白様の中でも宝刀型といって青森に多い形なんですけれども、おそらくこれ男女の形なんですよ。でこれを一頭って呼ぶんですけれども、着物の中っていうのは布をかぶせたり交換するんですけど、いた子さんと家の当主しか見ちゃいけないっていうやつ。お白様っていうのが非常にたたりの多い神様って知られていて、有名なところだと家の肉食を嫌う、家の者の家族の肉食を嫌う、卵を食べるとたたる、顔が曲がったり病気になったり目が見えなくなったりっていう非常にたたりがいちいち多いと言われてる神様です。でこれが遠野の方に行くとそっちの形になるんですけれども、宝刀型が青森でこっちが遠野の形で、遠野に行くと昔話の馬と結婚した娘っていう遠野物語にあるんですけれども、この馬と娘っていう顔が出た形になるんですね。主に養蚕蚕を飼う農家の神様になったりしてるんですけれども、一応言われがあって、ある貧乏な農家に馬が一頭いたと。でそこの娘さん、父親と娘の2人暮らしだったんですけど、それは立派な馬が一頭も家の財産としていたらしいんですね。でその娘さんが馬を日々海外しく世話をしている間に馬といい仲になってしまう。である日野良仕事に出ていた父親が帰るとその娘と馬の仲のいい姿を見てしまったと、お父さんが。でそれに激怒したお父さんがその馬を桑の木に吊るしてお腹を裂いて殺したらしいんです。その死骸にもうすがって泣いていた娘が空に登って神様になったという。でその裂かれた馬のお腹からその馬の形をした虫がわーっと出てきて、それを世話をすればこの家は栄えるからっていうので娘が夢枕に立って、でそれからその地域に養蚕が盛んになっていったよっていうので、これも蚕農家の守り神と言われてます。呪物コレクターの中ではもうマストなアイテムですし、ご覧になってる方でもそれ見たことあるよっていうのも多いと思うんですけど、クマントーンですね。呪物コレクターなら必ず一つはお持ちだと思うんですけど、2016年にさっき言ったそのオカルトの同人誌を作っている取材の関係でタイに旅行に行ったんです。でその時にいろいろ調べてるうちに、まだその当時は全然
有名じゃなかったんですけれども、そのクマントンっていう呪物があるぞっていうのをちょっと調べて、どうしてもそれがやっぱ欲しいってなっていろいろ探したんですね。その時に人間の胎児、主にその水子の死体から作るんですね。これ自体はポンって言われるおがくずとか粘土とかそういうのを混ぜるんですけど、おそらくこれ人の骨とか位牌とか髪の毛とかそういった人体のマテリアルが入ってると思うんです。本当は水子の死体から作るので、身ごもった、それもしかも自分が身ごもらせた女の人の臨月のお腹を指さして、それは俺の子かって言って、あんたの子よって言われた瞬間にお腹を裂くらしいんですよ。取り出したその胎児水子を黒焼きにして金箔を貼って、それを家にお祭りしておくとギャンブル運が良くなる、女にモテる、金が入るとか、あらゆる男の欲望を叶える守り神になるらしいです。クマントンのつながりからで、クマントン自体はこういういろんなプラクルアンって身につける形のものからもういろんな形のものがあるんですけれども、ここにあるやつっていうのは魂を入れてないんですね。そこで実際に呪術師にお願いして水子の霊を意気込めしていただいたのがこちらになります。これはちょっと国が変わってラオスの呪物になるんですけれども、トヨルというものとしてはクマントンと同じようなものです。これはもう実際に水子の霊を意気込めしてもらったものなので、服を着せてあるんですよ。でも縫い付けて中から出ないようにする。でさらには瓶の中に詰めてダブルで出ないようにすると。魂を意気込めした人形の特徴として僕を守ってくれるわけじゃないですか。なので持ち主の血を供物として捧げなければいけないです。で何か流血するたびに塗りつけたりとかするんですけど、大怪我したりとかした時に血を吸わせたものを包んで瓶に封じております。でちなみにこれ千人針です。戦争に行く時に軍人さんがお腹につけたり身につけていくもんですね。クマントンの現代版みたいなのが何年か前にタイで大流行したことがあって、それがこのルクテープ人形というやつなんですね。見ての通り可愛らしいお人形なんですけど、塩ビかソフビでできた。これもさっきのトヨルと同じように人の魂を水子の霊を込めて、それを死んじゃった子供の霊をもう一回大事に育ててやることによってあなたに幸運が訪れますよっていう人形で、当時子供と同じように扱って飛行機の座席にこの人形を子供のチケットで座らせるとかいう人が結構続出して、タイ航空だかルクテープ禁止にしたっていう経緯がありました。こっちはデクなんですね。要は意気込めしてないやつ、実際に入れてもらったのがこちらになります。これが意気込めした証というか封印として、多分ポスカなんですけどここで封印の印を書いてもらうという。タイに行った友人が僕に対してお土産っていうのでこれを呪術師のところまで行って入れてくれたんです。友人曰くには随分うさんくさい呪術師だったと。金にうるさいうさんくさい呪術師だったけどやってくれたよっていうので、たまたまその人がタイから帰る時に直接東京に帰るんじゃなくて、そのまんま東北の方にオカルトの取材で行かれたらしい。その時に取材した相手が神様っていう青森のイタコさんとはまた違うんですけれども、どちらかというと占いとか人生相談とかそういうのを聞くようなタイプの能力者というか、そういう方がいらっしゃってバッグに入れて取材に行ったらしいんです。玄関ピンポーンって押してカチャって開けた瞬間に「あんた何持ってんのそれ、そんな変なものちょっとうちに持ち込まないで、うち入んないで」追い返されちゃったらしいんですよ。でうさんくさい呪術師だと思ったけどなんかちゃんと入れてくれたんだって思ったら、後日その人形をホテルに置いて話聞きに行ったら子供なんか入ってないと。で多分もうよくわかんない動物霊かなんか入れられてる。こんなもの持ってたらあんた逆されるよ、要はたぶらかされるよっていうのの方言なんですけど、払った方がいい、霊を抜いた方がいいっ
言われるんですけど、どうするって電話かかってきて、絶対に抜かないでほしいっていうのを言って、今僕の手元にやってきたという感じですね。呪物を集める理由の一つでもあるんですけれども、僕自体が全然全くシックスセンスがなくて、もともと怪談が好きだったりとかはあるんですけれども、一回も何ていうんですかね、幽霊とか怪しげな現象の類っていうのを体験したことがないんですよ。このンキシというコンゴ、アフリカのコンゴの呪物ですね。見ての通り釘が前面に打ち込まれてるんですけれども、これは何かお願い事があるたびに釘をお願い事と一緒に打ち付けていくんですね。それは例えばいいお願いの時もあれば悪いお願いの時もある、両方対応するものです。で、一応人形とかが、たくさん打ち付けてあるんですけど、何かその願い事が叶った時にお礼としてまたこれを打ち付けていくらしいですね。なのでだいぶこれは効き目のあるものだったんだと思うんです。ちょっと面白いのが、ここに貝殻がぶら下げてあって、主に多分女の人の婦人系のお願い事をする場合に、ここに薬草を詰めて、例えば安産だったら薬草だし、全く逆のお願いでおろしたいとか死産すればいいのにって言った時には、毒のある草をここで炊く。黒白両面で効果のある呪物です。こちらが、抱き人形です。田中俊之さんって同じく呪物コレクターをされているお知り合いの方と同じ業者さんから買ったので、曰くが全く一緒なんですけど一応このもの自体は大正時代の人形らしいんですね。これを持っていた女の子っていうのがいて、ご両親が山崩れで亡くなって祖父母のところに預けられていたんだけれども、その家がとても貧乏だったので、おばあちゃんがもう子供の時に使ってたその人形っていうのをちっちゃい幼い娘さんに渡しておもちゃにして、大層気に入ってはいたらしいんですよ。そんなある日にその家のそのちっちゃい娘さんが行方不明になっちゃうんですね。村中みんなで探し回って探してした挙句に、心霊スポットとして有名な三泥ヶ池って京都にあるあそこに浮かんでいる女の子が見つかったんです。で、どうやら変質者にさらわれて、殺されたらしく、おじいちゃんもおばあちゃんもそれは悲しんで遺体を引き取って、警察にも言ってお葬式もあげるんですけど、お葬式も終わって、そういや子持ってた抱き人形ってどこ行ったんだろう、山探してる時もなかったし死体のそばにもなかった、どこ行ったんだろうって思ってたある日に、家の掃除をしていたその家のおばあさんが一瞬ふっと目を離した隙に、その家の縁側にポンとこれが置いてあったらしいんです。あれと思って、ひょっとして犯人が返しに来たのかなとか思って、ひょっとしたら指紋かなんか出るかもしれないっていうんで警察に預けたらしいです、鑑識に。何か犯人につながる手がかりでもあればみたいな感じで思っていたら、預けてまた数日してふっとまた縁側を見ると、この人形がポンと縁側にまた置いてあると。鑑識が持ってったのにっていうので、わざわざ返しに来たわけでもあるまいしと思って警察に言って、これぬいぐるみ着てるんだけど、これお宅のところどうなってるって言ったら、その警察署の中から忽然と姿を消したら、それ以来そのおばあさんはこれを仏間に飾って大事にしてたんですけど、やっぱりふっと目を離すと縁側にまた戻っちゃってる。でその縁側のその場所っていうのがその娘さんが気に入っていつも座った場所だったから、縁側に行きたいんだねっていうのでおばあさんはずっと大事にしてたらしいんですけど、でこれの入手経路なんですけど、おばあさんがその人形供養のお寺に納めました。本来だったらお焚き上げされるはずの人形が業者さんがなぜか買い付けてったらしいんですね。それが割とその京都の東寺の骨董市とかですごく有名な、とても気難しいおばあさんの業者が買っていって、自分の個人博物館というかもう持ってるような人形コレクターの方に渡ったらしいんです。それを喜んで持って帰ったところ、飾ってあるのに後ろを向いている部屋の中で移動しているガラスケースに収めたのに外に出て転がっているっていうことが多発して、
でこれはちょっと気持ち悪いぞっていうんで、そのコレクターさんが一回そのおばあさんの業者に戻したらしいんです。その戻した人形をよく僕がいろんな呪物を譲っていただいてる琴屋のおじさんが買い付けたらしいです。それから僕のところに来るんですけど、お焚き上げの人形を引き取ってそれを売るぐらいなので、あまりオカルトの類を信じないで商売第一っていう感じのおばあさんだったみたいなんですけど、その業者のおばあさんが生涯絶対手放さなかった人形っていうのがあって、それがこちらになります。ご覧の通りトランクに入った状態で、この中に人形が収まっているっていうものなんですけど、僕に曰く付きのものを譲っていただけるその骨董屋さんのおじさんっていうのが一回だけこの人形をそのおばあさんが持ってるのを見かけたらしいんです。これちょっと作りもいいし、ちゃんとビスクドールなので、日本人形なんですけどビスクでできてるので、これちょっと面白いですねっていうのでパッと見ようとしたら、そのおばあさんが「それはあかん、触るな!」怒鳴りつけられたらしいです。なんでって言って聞いたら、それはもうとにかく言われがあるからあかん、絶対譲らんって言って取り付く島もなく追い返されたらしいです。いつもお焚き上げの人形を売ってるおばあさんがそんなに嫌がる言われってなんだろうって言って、何か機嫌のいいタイミングがあったら聞こうと思ってるうちに、そのおばあさんがもう亡くなっちゃったらしいです。それからしばらく経って今年のおじさんがその骨董屋さんの位置に行くと、見覚えのあるトランクが位置に並んでるらしいです。それを見た瞬間にあのばあさんのトランクだっていうので、とにかくすぐ買い付けたらしいです。鍵もないのでここも壊して開けてる感じなんですけど、中にはもうこの人形が入っていて曰くがあるらしいんですけども、結局その曰くの中身は何だったかわからないという。これは今度アメリカのスピリチュアルドール専門店っていうのがあって、でそこからちょっと譲っていただいたウサギのぬいぐるみです。とある家の納屋で行われていたカルト呪術集団がやっていた儀式に使われたというもので、いろいろ際どいことをやっていたようで、そのカルト集団自体は捕まっちゃったらしいんですけど、そこで行われていた呪術の痕跡っていうのが残った状態を向こうの超常現象捜査官が立ち入り調査をしたところ、この人形が残されていたそうなんですね。これがもともと青と黄色のぬいぐるみだったようなんですけれども、儀式の最中にその使われる多分動物なのか動物じゃないのかいろんなものの血とかその呪術に使うそのマテリアルによって茶色く変色してしまっているというもので、そのお店から買った時にはこの中に霊体がこもっていますというので、そのお店にあった時には話しかけられたり夢に出てきたりとか、そういうのが結構あったようなんですけど、僕はもう全然そういうセンスがないのでわからないんですけれども、一応この名前がついていてインクスとパラディンっていう本人がどうも名乗ってるらしいんですけど、これがこもっています。で一体がやっぱり子供の霊で、もう一体はどうやら動物が入ってますよっていう話で譲られております。これが南無光縁菩薩大師って書いてますよね。何かっていうと、この光縁菩薩っていうのはサラトゥーストラは各語りきのサラトゥーストラのことなんです。で1920年代に日本でこれがサラトゥーストラは各語りきっていう本が紹介された時に、光縁菩薩大師方向経とかその名前がついて紹介されたのが日本での始まりなんですけど、おそらくそれを読んで多分ゾロアスター教に目覚めた誰かがこれを飾って多分信仰してたんだと思います。多分これは僕が作った呪物です。銀座のバニラガローっていうところがあって、そこのグループ展のために作って、それを出した時には大して話題にならなかったんですけど、それからもう多分2年ぐらい経った時に急にうちのメールアドレスのところに海外からすごいこれの写真を添付して問い合わせが来るようになったんです。全くわからないものでなんでって思って、いろいろその自動翻訳にぶち込んでそれを読んでみると、お前の作ったその人形が
世界中で子供を悩ませているとか困らせているけど、それについてどう思うっていうメールが急に何十通も来るようになったんです。よくよく調べてみると、自殺ゲームっていうその時に流行っていて、その SNS を通して見ず知らずの人からメールなり、LINE みたいなのが来るらしいんですね。で、お前を見ているぞっていうので、その家族構成とか個人情報のことを、お前はこうだろう、家族はこうだろう、どこに住んでいるだろうっていうのを言った上で、いろいろ命令をしてくるらしいです。それだけでもうわ怖っ怖っってなるのに、そのアイコンがこれなんです。例えば家の金を盗めとか、台所に行って火をつけろとか、お前の腕を切ってみろ、包丁で切ってみろとか、割とその命令をいろいろ下していった先に、最後自殺しろっていう命令が来るらしい。それによってもう何十人も子供が死んでるぞ、その責任をお前どう思うっていう割とちょっとこう固めのものが来て、スペインとかイギリスとか、もうそれこそ急にうちの工房にザ・サンの記者とかが、イギリス人が3人ぐらい訪ねてきたりとかして、なんだかよくわからない状態になってたんですけど、こういうものがあるから気をつけろっていうニュースが流れて、でさらにそっから今度2年ぐらい経って2018年ぐらいに今度それがアメリカとかインドとかそういったところにまで広がって、割とまたもう一盛り上がりというかで、もう一ニュースになったんですよ。で、さっき言ったその SNS による自殺ゲームで何十人も子供が死んでるっていう話が、実はその時点ではもうその自殺ゲームがあるっていうのもフェイクニュースなら、それによって死んだ子供がいっぱいいるっていうのもフェイクニュースだよっていう話になって、そうすると今度被害者がいないっていうことで、割とこうちょっと面白おかしくも含めて扱われるようになって、その当時だとサタデーナイトライブとかにこれのモノマネの芸人が出たりとか、カニエ・ウエストの嫁さんに僕悪口言われたりとかしてたんですよ。キム・カーダシアンにこういうものを作って子供を脅すやつを許すなみたいな。呪物を集めるばかりじゃなくって、僕自体も呪物を作れたっていうので、ちょっとこう楽しかった思い出です。はい。僕特殊造形とか特殊メイクとかの仕事をやっているんですけど、普段の仕事自体が割とバラエティ番組の可愛らしい着ぐるみとかマスコット人形を作るとかが多くて、なかなかこうちょっとホラー味を出すみたいな機会がなかったんで、割とこう個人の制作活動としてちょっと気持ち悪いものを作ったりっていうのをこういうなんていうんですかね、こういう雑誌を個人で作ってみたり、あと口裂け女のこういうのとかこういうのとかする、その流れで作った一体っていう感じで、これ自体はその当時モモっていう名前で世界中に広まって、でそのゲームの名前をモモチャレンジっていう勝手な名前つけられたんですけど、これ自体は僕はウブメっていう妖怪をイメージして作ったものでしたね。っていうのが日本だと子供をはらんだまま亡くなった女の人が下半身血だらけのまま子供を抱いて出てくるっていう、妖怪っていうより幽霊のイメージが強いんですけど、同じように中国の虎鶴鳥って書く軍と妖怪っぽいんですけど、そういうのが産めと同じように身ごもった女の人が亡くなって鳥になっちゃうんですよ。家々でこう子供の服とかを干していると、それに血をつけて回るんですね、その虎鶴鳥は。で、血をつけられた家の子供はもうほどなくして死んじゃうよっていうので、その産めとその虎鶴鳥のイメージをして作ったもので、グラップラーバキシリーズとか、あと蒼天航路は三国志が好きなんで、本当は前回あるんですけど、ちょっとこう職場に持ってったりとかしてるもんで、最近特にハマってるのはこれですね。姫様拷問の時間ですね。はい。これアニメ化するらしいんで、おそらく生涯好きなのは望月峰太郎先生のこのバイク名っていう、本当に物心ついた時から水木しげる先生の本とか読んでたので、なるべくしてなったというか、ずっと変わってないというかそんな
感じですね。僕の場合はもうそれこそいろんなことをします。当然ネットオークションとかネットのフリマサイトとかは全部見ますし、骨董屋さんとかちょっとこういういわくつきっぽいものを扱っているようなところには片っ端から声をかけて、で何か出たって言った時にはとにかく買います。そうしないと多分次声かけてくんなくなるので。これは霊柩車なんですけど、土葬の時に使う手引きの霊柩車なんです。一昨年の暮れぐらいに三重県の伊賀市っていうところで、昭和のおそらく終わりぐらいに作られて、平成の半ばぐらいまではその地区で使ってたらしいんですよ、ずっと。土葬ってすごくコストもかかれば人手もいるので、今もうそこももう全部火葬に切り替わっちゃってるんですね。なんでずっともうこれが20年ぐらい倉庫にあったらしいんですけど、もうさすがにちょっと使わないだろうっていうので廃棄を考えていたらしいんですけど、ツイッターで欲しい人いますかっていう公募を募集されてたんですよ。ちょっといろいろ考えたんです。維持費とか運搬とかもいろいろ考えたんですけど、ちょっとここに手を挙げないわけにはいかないだろうっていうので申し込ませてもらったんですよ。後先考えずに。最終的には譲っていただいたっていう経緯なんですけど、結局聞いたら倍率600倍だったらしいですよ。全体的にはこの宮型っていう皆さんイメージする霊柩車ってこの部分がクラウンとか車に乗ってるんですけど、霊柩車の場合はこのリアカーに乗っていて、手引きでこれをこう運んでいくんですよ。時代背景としてはずっと昔からこの手引きの霊柩車っていうものはもうあるんですけど、これが昭和の最後のあたりにその地区で購入したものなんで、当然その時にはもうほぼ土葬っていうのは全国的に残ってないから、新しい最後の手引きの霊柩車じゃないかと思っております。いろいろ手引きの霊柩車とか博物館とかで僕も見る機会はあるんですけど、豪華な装飾なんですね。鳳凰がいて、獅子がいて、竜がいてっていう装飾が施されてるんですけど、この辺りとかも樹脂製だったりとかするので、その点がもうちょっとこう新時代を感じて気に入ってるところです。ここから後ろが開いて棺を入れるんですけれども、こういうところがこうちょっとローラーになってたりとかして新しいなっていう感じもありつつ、手引きの霊柩車って寝棺と座棺、寝て運ぶタイプなのか、その桶みたいなのに入れて座らせて運ぶタイプってあるんですけど、新しいものだから、その要は寝せて運ぶ棺を入れるタイプで良さそうなもんなんですけど、ちょっとこう僕の身長でギリギリぐらいなんですよ。僕がちょうど170ないぐらいなんですけど、棺に例えば収めた場合、これ運べないので、これはどっちなのかなっていうのがちょっとこう疑問では残ってるところです。必ず運ぶ時には家から運び出すので、こう寝棺だったらこういう方向で家が見えるように。で座った場合でもこう家に顔を向けるようにっていうので、一応入れ方というか収め方があります。一応こうお譲りいただくときになるべくこう人目に触れる機会を多くして、末永く持っていてほしいっていうのはおっしゃられてたので、僕が預かった以上最終的には僕がこれで土葬になる方向も考えなければいけないのかなって思ったりはしてます。もっと広く取れてそれだけ物が集まっていったらもちろんいいんですけれども、コレクター全般だと思うんですけど、家族というか妻からはそろそろこう就活のことも考えて集めろよっていうのは言われているので、これが今後どこに譲りたいのかどう処分したいのかっていうのを当然考えていかなきゃいけないなとは思ってはいたりします。はい、本当はあれなんですけどね、なんかこう個人ミュージアムみたいなのって本当は理想なんですけど、そうはなんないでしょうねっていうそんな大人物にはきっとならないでしょうね。はい、呪物を集めていて、
呪物を作れたっていうのは趣味と実益を兼ねたっていうと違うのかな、なんかそういうイメージがあるので、まがまがしいものみたいなのを、それはどういう形かわかんないですけど、個人の作品なのか、例えば映画とかのお仕事いただけたら発揮できるのかとかわかんないですけど、こりゃやばいって見た人が思うものは作れるようにどんどんなりたいし、なんだったら最終的に僕自体が呪物になれれば、呪物の一つになれれば本当にいいなと思ってます。